おお、あれはほとんどコスモスですかね。時期的にもそうかな。うわ、綺麗ですね。なんかどこを撮っても綺麗だから、なんかこう順番にこう撮っていきたいぐらいなんか綺麗ですね。うん。こういろんな色がある中でも、やっぱ青系よりもやっぱどうしてもこうああいうオレンジとか目立ちますよね。で、目立つ色の花がこう画面上どのあたりに入ってくるのかっていうこともちょっと考えた方がいいですよね、構図決めるときは。今いろんな花がありますけど、あそこだけ一輪目立ってるから撮ったんですけど、でもこう写真に撮るとですね、なんかこんな感じで、他の花にこう埋もれちゃってますよね。うん、こういう時はですね、今これが絞り F11 で撮りました。なので背景をこうぼかして、ちょっとこうなんていうの、あの花だけくっきりね浮かび上がらせたいので、絞り開放で撮りたいと思います。今このレンズだと絞りの開放値っていうのが 2.8 ですね。なので 2.8 で、撮ってみたいと思います。こんな感じで F2.8 で撮った写真がこちらですね。どうでしょう。他の、ね、後ろにいっぱいお花があるけれども、それがこうボケてくれて、この花だけがそこに埋もれずにパッとこう引き立って写ってますね。背景をぼかしたい時はですね、絞り F を小さくすればだんだん背景がこうボケてきますね。やっぱりお花って見ると、もうできるだけこう近づいて画面いっぱいアップでこう撮りたくなりますよね。なので今すごいアップで撮ったんですけど、そうするとですね、先ほどねやっぱこう開放で絞り値開放で、これが F2.8 だから、それで撮るとこうパッとそこだけがね浮き立ったみたいになって、背景がボケるからいいですねっていうことで、このようにですね、F2.8 で、はい、こうするとですね、こう真ん中のしべだけ、しかもそれでもですね、その先っちょだけ本当にね一部分だけで、あともうボケてしまってですね、もう花びらなんかは本当にもう色だけで雰囲気だけなって、すごいどうなってるのかなっていうぐらいボケちゃってますね。なのでここではですね、もっと絞って、先ほどとですね同じ数値で、今度は逆にですね11で取りました。こうするとどうでしょう。はい、後ろのですね、花もある程度形が分かるようになりました。背景をですね、ぼかすのはこの絞り F でも変わってくるんですけれども、このカメラとですねこの被写体との距離、この距離でですね、そのさらに奥のこの背景とのボケる量っていうのは変わってくるんですね。だって先ほどはですね、例えばその花がここにあったとして、でその背景の花がこのくらいのところにありましたよね。はい。だったけれども、今回はこの花一輪のですね、この花一輪のですね、この先っちょとこの本当にこのくらいの距離ですよね。だけれどももう大きくこうボケてきてますよね。だからそのボケ始めるこの距離っていうのはですね、この被写体とカメラとのこの距離、これでですねすごく変わってくるんですね。ですのでですね、背景をぼかしたい、どのくらいぼかしたいっていう時にですね、この絞りっていうのはこの単純にですね、この絞り F の数字だけで考えずにですね、この被写体とこのカメラ、被写体とカメラとのこの距離と両方を、考えるようにした方がいいですね。好きな花ですか？コスモスはね好きでしたね。なんかすごい高校生の時に通学路のところにコスモスがザーッとこ
咲くんですよね。おー。それでなんかそれ見て綺麗だなと思って、花ってなんかその時その時でちょっとこう好みって変わってきたりしないですか？最近好きになったのはね、アジサイかな。子供の時にね、アジサイの何が綺麗っていうか何がいいのか全然分かんなかった多分私だけじゃないと思うんですけどね。コスモスとかあとバラとかそういう花の方がすごいこう可愛らしいとか華やかって感じあるけど、アジサイってそんなに可愛いって感じとはまたちょっと違ってて、なんか今見ると色とかもこうちょっとレインボーな感じになるとか、あと色の陰影がね綺麗だったりとか、あとちょっと枯れたりとかしたのも子供の時本当花がちょっと枯れるともう全く見向きもしないみたいな感じだったけど、今はちょっとこう枯れた感じなんかもいいかなとか思ったりするんですよね。花を探しに行ってきます。